にちは。こんにちは。インドブロガーのカヨリーナですと、株式会社アトラエの、エンタ事業部にいます三上と申します。はい、よろしくお願いします。今日は株式会社アトラエさんに訪問させていただいちゃいました。なんで今回こうやって訪問させていただいたかというと、実はですね、株式会社アトラエさんの方でイエンタのサービスをですね、この度インド展開するということで、8月の末にですね発表がありました。実は私三上さんとはそれ以前からねお知り合いだったんですけれども、インドカレーも一緒に食べに行きましたね。そうです。実はね、このサービスが出る前に一緒にカレー食べに行った仲なんですけれども、今回オフィシャルにイエンタのサービスがインドに進出したということで、今日はそのインド進出の一部始終というかですね、まだ始まったばかりなんですけれども、どんな経緯でインドに進出したかとか、どんなこと大変だったかとか、今どんなことやってるかとか、そんなあたりをですね、ざっくばらにちょっと聞いてみたいなと。はい、話せる限りでいっぱい話そうと思います。はい、いろいろね、インドの日系企業の進出とか見てて、製造業とかっていうのは結構やっぱり日本の企業に強かったりとか、最近だと小売りですね、ユニクロとか無地とかも行ってるんですけれども、こういったウェブサービス、そう、ウェブサービス日本初のがインドに行くのっていうのはやっぱすごく珍しいことなんですよね。なのでぜひちょっと取材させていただきたいなと思い、ちょっと無理やり来ちゃいました。嬉しいです。いえいえ、取れて。いえいえ、そんなもん言わせてるみたいだから。では今日はそんな感じでいきたいと思います。でまず最初に、簡単に三上さんの自己紹介と、あと株式会社アトラエさんの、ちょっと事業の紹介とかもお願いしていいですかね。はい。改めまして、株式会社アトラエのエンタ事業部にいます三上と申します。僕自身は去年の10月入社で、入社してすぐからエンタ事業部に入って、そこでデザイナーとして働いています。はい。アトラエっていう会社自体は今3つの事業をやってまして、グリーンっていう転職サービスと、ビボックスっていう組織改善のサービスと、エンタっていうビジネスパーソン向けのマッチングアプリを作っています。今回は3つ目のそのイエンタのサービスがインドに行くと。はい。改めてこのイエンタのマッチングのサービス、ちょっと説明してもらってもいいですか。はい、ビジネス版 Tinder っていうんですけど、ビジネス版向けのマッチングアプリとなります。ビジネスを加速する出会いをっていうふうには言っていまして、Twitter とか Facebook とかでこんな人と出会いたいっていうのはいろいろ皆さん想像がついて、きっとそういうのは出会いに行けると思うんですけど、実は大事だけど気づいてないようなビジネスの出会いみたいなやつを僕らは提供しようと思っていまして、IT 側に強い人と何かしらのアイデアを持ってる人がマッチングして、そこで新たなサービスを作るとか、新たな事業を作るとか、いろんな新しい出会いを僕らのサービスは作っていきたいなと思って運営しております。この度このイエンタのサービスがいわゆるインドに行くということで、このサービス自体はインド以外にも展開してるんですか。でいうと日本とインドと2つだけです。なので国内で今4年ほど運営した後にインドに初めて海外展開という形になります。あえて1つ目の国をインド、そうです。っていうところで、アメリカとか香港とかシンガポールとかもちろん交互にもあったんですけど、いろんなことをトータルで考えてインドが一歩目いいかなっていう考えになりました。そのインドをじゃあ1つ目の国として選んだ理由っていうのはいくつかお話できますか。本当にいろんな理由があってですね、そもそもイエンタっていうサービス自体はこれまで国内で4年ほど活動した中で一定価値を出せてきていると思っています。でもイエンタそのものはもともとグローバルに世界中のビジネスマンが使うようなサービスにしたいっていう思いがあって、海外展開するのは必然だったんですね。それを多発的にアメリカ、シンガポール、香港、インドネシア、エトセトラみたいなところに一気に行くのももちろんありなんですけど、リーガル面だったりだとか、その面も含めて海外で通用するのかどうかも全然正直分かってない中だったので、まずはどこかに出して最終的なその全世界の人が使うようなっていうところに迎えるかどうかを確かめたかったんですね。実験していく上でさっきのリーガル面、コスト面、いろいろトータルして考えるとインドっていうところが、総合いいんじゃないかっていう判断になっていて、例えばですね、日本の特徴の一つに世界中で使われてリンクドインが日本であんま使われてないみたいなところがあると思っていて、全世界の人が使うサービスにイエンタがしていくためには、そもそもリンクドインが使われている国でもイエンタは使われなきゃいけない。そういうリンクドインっていう競合がある中でイエンタが独自のポジショニングを取れるかどうかも確かめに行きたかったので、1カ国目選ぶときはそもそもリンクドインはあってほしかった。例えばアメリカとかになるとパッケージングするコストだったりとか検証しに行く費用も結構かかる中で、インドだとそこは比較的やりやすそうだとか、人口も増えているし、IT っていう産業も発展しているし、Tinder とかタンタンみたいなスワイプ UI っていうものが、インドでは、一般的になり始めてるところなので、そういう意味でもイエンタはその時流に乗れうるんじゃないかっていうところがあって、インドっていうのをきっ
1カ国目に選びました。実際にエンタチームはインドに現地調査に行ったりしたんですか？それでいうと、1人事業責任者だけが、インドに実際に行ってヒアリング含め、してくるっていうことがありました。海外展開をエンタチームとして考えていたときに2カ国目どこがいいかっていうのをデータだけじゃなくて訂正調査もしたかったので、数カ国候補となるところを見に行って実際使われる余地があるかとか見てきてくださって簡単にやってますね。今時点でエンタチームが持ってるインドでのアプリ展開の戦略、はい、どういうふうな層に使ってもらおうかなとか、そういうのはある程度こう考えたりはしてますか？もちろんターゲット層みたいなやつはやっぱりあります。日本でも基本的にそのビジネスパーソンっていうふうに言ってる中でも特にその意識が高いビジネスパーソンを初めのメインのターゲットには置いてます。マーケティングでいうとアリマジョリティ、あるいはベッドマジョリティみたいなところにも広げていきたいではあるんですけど、初めはトップ層を考えています。インドの場合もやはり初めはそちらをターゲットにしようと思っていて、インドでトップ層というとそういう人材が多いバンガロールにいる IT パーソンっていうのをメインで見て、何ですかね、なんていうのかなでも今のシーンで使われると思いますよ。バンガロールのね、いわゆるこうバンガロールの IT パーソンをすごい意識して今は運営してます。で、戦略みたいなところですよね。結構ここはまだ本当未開拓の部分で、先ほどもお話しした通り、日本でエンタを作っている時も、なるべく日本のローカライズはあんまり意識せず、世界中で使われるようななるべくシンプルかつ分かりやすい設計を心がけてやっていて、それがそのままインドで使われるかっていうのを検証したいんですね。初めのターゲットになる人たちにエンタを今は届けて、その人たちがどんだけ使い続けてくれるかとか、周りに広めてくれるかとか、あるいはその先に行くとそこから課金してくれるかとか、課金、そうです、エンタその個人課金で売り上げ作ってるサービスなので、それがされないのであればユーザー数が増えても仕方がない部分があって、そこの一連の数字が取れるかどうか、日本と比べてどれぐらい乖離があるかとかも含めて、今はその数字を確認している状況です。ただやっぱりエンタっていうものは今日本では一定ブランドができていて、使い始めてくださる方もいて、好意的にというか使い続けてくださるんですけど、インドではノーブランドなわけで、やっぱり日本と比べるとそこの数値は若干乖離を感じています。でそれが本当ブランドがないせいなのか、あるいははたまた別の理由があるのかとか、僕らが気づいてないバグがあるのかどうかとか含め、今はその数値での分析も含めですし、実際にユーザーさんとヒアリングをして、もろもろ使われるのかどうか、課金されるのかどうかっていうのを確かめている状況です。いいですね、一歩ずつデータをやりながら、立ち上げ段階です、完全に。そしたら一旦前半部分は一旦ここで一回切ろうかなと思うので、後半ではまたさらにその実際に大変だったこととか、あと実際に現地での他の日系の IT 企業をどんなふうにやってるかとか、そういった話も含めて今後のね、エンタさんインドでどうなっていくかという話をまたさらに深掘りしていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい